2025年7月、ジャッジカップジムカーナ大会第2戦、都民モーターランドにて、CRF450X を狩る吉野昇選手が12年ぶりの総合優勝。走行動画とインタビューを通して、そのライディングとテクニックに迫ります。コース図です。ベストタイムのヒート2の動画です。抜き替えが速い。ここはとても狭いセクションですが、一気にフルバンクしてそのまま素早く向きを変えています。速度の落ちる小さなターンなのに、ライダーは旋回中バイクの軸の内側にいるので、ものすごいスピードで曲がっています。お見事。速い。ずっとスピードが乗っています。こんなに端まで、すごい。吉野選手はこの狭いコースの端まで使って速度を落とさず走るライン取りを意識して走ったそうです。極小ターンでも全然速度が落ちていません。この素早く見事な切り返し、体をバイクよりも先行させて入れていくことでバイクの旋回力を高めています。それにしてもすごいスピードです。吉野選手は路面温度が高かったので横滑りしないように縦に荷重をかける意識で走りましたと言っていました。それってどういうこと？後ほど詳しく説明します。細かい切り返しの連続でも常にライダーが先行してバイクの内側へ入っています。ターンの連続であるジムカーナでこの走り方をするのはとても体力を消耗します。吉野選手はフィジカルトレーニングを続けていて、真夏の練習会でも熱中症になったことはない強靭な肉体の持ち主なのです。タイムは1番時計の1分28秒台。会場が沸きました。解説とインタビュー。吉野選手が意識していた縦に荷重をかけるってどういうこと？加速時にリアへトラクションが乗るようなフォームを作ることですか？その通りです。グリップを最大限に得るにはいかにタイヤへ荷重をかけられるか、そしてその荷重を横へ逃がさないためには進入時のリアの捉えがとても重要で、うまく捉えられればアクセル全開につながります。なるほど。以前スキーをされていたそうですが、ジムカーナにもその経験は生きていると感じていますか？共通点は結構あると思います。特に下半身、膝、足首の使い方とかですね。ライディングで意識していること、大切にしていることは？とにかく頭の位置取りには気をつけてます。加速に遅れないことと、マシン旋回の邪魔をしないようにすること。頭はとても重いので、軸から少し動かすだけで荷重が抜けて不安定になるんですよね。回転の軸を小さく取ること。それって例えばフィギュアスケートの回転のイメージ。ジャンプで飛ぶとき回転速度を上げるために体をキュッと締めて軸がまっすぐになるでしょ。ジムカーナの回転もあんな風にならないかなってテレビ見て思ったんです。もちろん全然できていませんが、イメージで軸がぶれて回転が乱れてロスしないように軸を保つ遠心力を感じながら自分が真ん中に居続けるような感じでしょうか？さすが、分かっていただけて嬉しいです。減速、旋回、加速までの工程でタイヤのグリップ力を余すことなく最大限に引き出すことなど、本気で走り出すとみんな忘れちゃいますが、私は怖くてタイヤのグリップ力を余しまくっちゃってます。減速ではもっと強くブレーキをかける。旋回ではスピードを残してバンクさせる。加速では早く大きくアクセルをかける。私の課題です。吉野選手はダンロップカップ大会では2022年に2度優勝していて、
そのうち第4戦は土砂降りの大会だったそうです。以前はウェット路面に苦手意識がありましたが、今はどちらかというと好きかも。ウェット路面とは思えないくらい速いですよね。セッティングの考え方。モタードはマシン製作の方向性一つで、ライディングそのものが大きく変わってしまうところがあります。良くも悪くも。自分の考えとしては、まず安全な乗り物であることが一番で、操って楽しいがタイムアップにつながると思ってセッティングしています。ライディングの引き出しを増やせるセットアップを常に模索しています。乗り手に優しくなければフルアタックはできないので。マシンのセッティングは本当に難しくて悩む方が多いですよね。私もその一人です。乗りやすいセットではなくタイムが出るセットが正解と聞いていたこともあり、吉野選手の考え方は目から鱗でした。思い返せば私が調子よく走れた時のバイクは操って楽しい状態でした。楽しく気持ちよく速く走れる、引き出しを増やせる、そんなセットアップに私も近づけていきたいと思いました。ところで、吉野選手のライディングを見て、誰かに似ていると思いませんでしたか？それは、大滝選手。去年のジャッジカップ大会で、大型バイククラスの年間チャンピオンになった大滝選手。それ以来、吉野選手は大滝選手のライディングを参考にしているそうです。切り返しでの素早い先行動作、頭と上体の位置、特徴的な動きがとても似ていると思いませんか？私は過去の吉野選手の動画を見ましたが、現在のライディングとかなり違う印象でした。A 級トップクラスの選手でも日々ライディングを研究して進化していくなんてすごいと思いませんか？吉野選手は今年からウミガメ練習会へ参加するようになりました。ウミガメ練習会は辻家選手が主催の練習会で、大滝選手もほぼ毎回参加しています。吉野、辻家、大滝の3人でバチバチと熱いバトルを繰り広げています。速い人と一緒に練習した方が自分も成長できる。今までの練習は質より量だったけど、これからは質を高くしていかなければと思っている。まさに切磋琢磨ですね。速く走ることを突き詰めていく。モチベーションを保ちながらより上を目指していくには、ライバルの存在がとても大切です。大滝選手も辻家選手がいたから今の自分があると言っていました。一緒に練習している仲間が入賞するのはとても嬉しいものです。今回の吉野選手の総合優勝は大滝選手やウミガメチームの皆様もとても喜んでいました。私も本当に嬉しかったのでこの動画を制作しました。吉野選手総合優勝本当におめでとうございます。ここまで長い動画を見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録、いいねやコメントとても励みになりますので、よろしくお願いします。